こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は11月後半に新たにゲームパスに対応するタイトルと外れるタイトルをご紹介します。今回の動画に限りませんが、ゲームパスタイトル紹介は海外発表での情報のため、日本では提供内容や時間が異なる可能性があります。ぜひ最後まで見てね。ジャパン11月17日発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。勇敢なウサギ探検隊の冒険を描いた 2D アクションゲーム。物語はペットのウサギたちが捨てられている公園から始まります。公園の下には捨てられたウサギたちが作った小さなウサギの巣があり、ウサギたちは公園から持ち帰った草で毎日を生き延びていました。ところが人間が公園の工事を始めます。工事によって崩壊の危機に陥ってしまったウサギたちの新しい住処を探す冒険に出るとのことで、かわいい。なんだこのかわいいゲームは。うさー。Steam では日本語対応がアナウンスされています。トルコ11月17日発売予定。ゲームパスに対応します。PC の方ですでに今年の3月にリリースされているタイトルで、今回 Xbox 版発売とともにゲームパスに対応します。舞台は変わり果てた南ルイジアナ。陰鬱な郊外や緑に覆われた工業地帯の世界観がプレイヤーを物語に引き込んでいくとのことです。南部ゴシックとポイント&クリックを融合させたナラティブアドベンチャーゲームです。現時点では日本語には未対応とのことです。ガングレイブゴア11月22日発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。スタイリッシュな三人称アクションシューティングガングレイブシリーズ最新作がいよいよ登場。トライガンや結界戦線でおなじみの漫画家内藤康弘先生がキャラクターデザインと原作を手掛けています。過去にはテレビアニメでも放送されていましたね。2017年に制作発表されたタイトルで5年越しの発売となります。これまで PS2 と PS4 向けにリリースされてきたシリーズで Xbox での発売は本作が初めてですね。ストーリーモードでは12時間以上ほどのボリュームで復讐、愛、忠誠の壮大かつ感動的な物語が描かれ、ガングレイブ初心者から古参ファンまで誰でも楽しめる作りになっているとのことです。日本語音声字幕にも対応しています。インサージェンシーサンドストーム11月29日よりゲームパスに対応します。Steam ベースの戦術型 FPS ゲーム。現代中東で起こる架空の紛争を舞台に荒廃した環境で生死を分ける近距離戦やマルチプレイヤーを楽しむことができます。昨年9月に発売されたタイトルで、発売から約1年でゲームパスへの対応となります。リアルさを売りにしている FPS とのことで、難易度は高めに設定されているみたいですね。PVP だけではなく、仲間と協力して遊ぶことができる PVE モードも搭載されているとのことです。サッカーストーリー11月29日発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。サッカーをテーマにしたオープンワールド RPG。サッカーを禁止されてしまった世界を舞台に、主人公はサッカーの素晴らしさを世界に取り戻すべく冒険に出ます。豊富なクエストやサイドミッションなども用意されていて、RPG のような戦闘も楽しめるとのことです。日本語対応については未定となっていて、環境次第でローカライズの検討をされるとのことです。ここからは
11月30日をもってゲームパスから外れるタイトルの中からおすすめをご紹介していきます。おすすめタイトルはすべて日本語に対応していますよ。ごく普通の鹿のゲーム。ごく普通の鹿を操作し、ごく普通のアクションを楽しめる。ごく普通の鹿のゲーム。街の動物と楽しく遊んだり、その街を跡形もなく破壊することもできるスローライフ街破壊ゲームで、何十メートルも伸びる首やぶっ刺さる角、高層ビルをも軽々と超えるジャンプ力、車やバスなどを粉砕するパワーを駆使し、ごく普通の鹿として大暴れしちゃいましょう。サクッと1時間ほどでクリアまで遊べちゃいますよ。モータルシェル。ダークソウルの影響を受け作られているアクション RPG ゲーム。放火と呼ばれる自身の体を石のような状態にし、あらゆる攻撃を無効にできる能力を駆使して進めていきます。ゲームボリュームはコンパクトながら、この効果とパリーの気持ちよさがなんとも楽しかったです。私はクリアまで10時間かかりました。アーチベイル。2D のドット絵で描かれた世界観を冒険する弾幕系 RPG。様々な地域を旅しながらアイテムを収集したり作成することによって、より強力な武器や装備を作り出し、敵の大軍を倒し進めていくゲームとなっています。ローカルプレイでは2人協力プレイにも対応していて、遊びやすいゲームとなっています。スペースウォーロード臓器売買シミュレーター。誰もが持っているもの、そして誰もが求めているもの。あなたは臓器売買業者となります。あらゆる新鮮な肉塊部品を世界中にいる顧客たちへ仲介するゲームです。目玉が飛び出るような値段で内臓を売買し、銀河を肉で満たし、そして荒稼ぎしていくとのことです。他にも日本語未対応ですが、ディストピア新撮アドベンチャーのマインドスキャナーズ、ターンベースのストラテジーゲーム、ウォーハンマー 40K バトルセクター、海外のみですが、ファイナルファンタジー13-2などがゲームパスから外れる形となります。ということで、今回は11月後半に新たに Xbox ゲームパスに追加されるタイトルと外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報をまとめていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。